どうもこんにちは、消しゴムです。今日画面に流しているのはアルコールマーカーを使ってレトロな建物をスケッチしている様子です。実は今回自分に8本以下のアルコールマーカーで書くっていうちょっとしたルールを決めて書いてます。このあえて選択肢を減らすっていう行為、実は今の僕にとってすごく合理的な戦略なんです。というのも皆さんは人間が一日のうちに決断できる回数には限りがあるっていう話を聞いたことはありますか？朝起きて何を着るか、あとお昼に何を食べるか、そんな小さな決断を繰り返すたびに僕たちの脳は少しずつ疲れていってしまうそうなんです。僕の本業はメカの設計をしていますが、仕事では常に限られた時間とコストの中で正解を選び続ける毎日です。そんなデジタルな世界で頭をフル回転させていると、趣味だったりこういうイラストを描く副業の時間ぐらいは脳を迷うことから解放してあげたいと思うようになりました。昔の僕は引き出しの中にある何百本っていう画材を前にして、今日はどのペンがいいかなとか、どのペン使おうかなっていう迷うだけでエネルギーを使い果たして、結局何も書かずに終わるってことがよくありました。そこで今回のラジオのテーマとして僕がたどり着いた道具をあえて少なくすることで自由になるという少しマニアックでワクワクするような道具論をじっくり話してみたいと思います。よろしくお願いします。で、以前の僕は外出先でスケッチする時もあれもこれもと大きなバッグに画材をもうぶち込んでいました。せっかく旅行に行くんだったら景色を全部書き残したいっていう気持ちがあって、それを達成するには現地で後悔しないようにいろんなものを持ってくっていう、そういう気持ちが強かったんですね。でも最近は持っていくものを極限までに減らしています。で、なぜそうなったかっていうのが、数年前にふらっと立ち寄った美術館でしたある美術の歴史のお話でした。皆さんは今から300年前の画家たちがどうやって外で絵を描いてたか想像したことはありますか？実は当時今のようなチューブ入りの絵の具なんてなかったし、当たり前ですけども、コピックとかお夫婦から出てるようなアルコールマーカーなんて存在してませんでした。絵の具は工房で粉とオイルを混ぜて作る生ものだったらしいんですね。なのでそれを外に持ち出すために当時の人たちは、その辺の袋、ビニール袋みたいなものに詰めて無理やり持ち歩いていたそうです。当然重いし、中身は濡れるし、外に持ち出すのはとんでもない重労働だったらしいです。だから昔の風景画の多くは外で描いたものはなくて、外で見た記憶を頼りに結局はお家のアトリエに戻って描かれていたそうです。この移動の限界を突破したのが1766年のロンドンにいたなんとか兄弟っていう人らしくて、その方々は絵の具をカチカチに乾燥させて小さな箱に収まるようにした、今でいう固形水彩を発明したらしいです。これ現代で例えるなら、デスクトップパソコンを持ち歩くのをやめてスマホ1台に凝縮したくらいの革命ですね。なのでそれまで家でしかできなかったことが手のひらサイズに収まってどこへでも持っていけるようになったみたいです。この発明があったからこそ移り変わる一瞬の光や、あとは走り抜ける蒸気機関車のような動く世界、また大航海、船を使って旅行した時のその波の描写とか、そういういわゆる動く世界をその場で捉えようとする表現者たちがこの時代に多く現れたみたいです。この道具を凝縮させるってことは単なる節約ではなくて、このようにまだ見ぬ世界に飛び出すための最速のチケットを手に入れることだったんですね。で、そして日本でも江戸時代に同じような革命があったみたいです。で、それが矢立てっていうものの発明です。僕この調べるまで矢立てっていうのは知らなかったんですけども、多分今聞いてる方もご存知ない方が多いと思うんですが、これは墨壺と筆を一体化させて着物の帯に刺して歩けるようにしたツールらしくて、いわゆる江戸時代のペンケースみたいな感じですね。
有名な松尾芭蕉が奥の細道という長い旅に出た時、ふと立ち止まってその場の空気をさらさらっと俳句に刻めたのは、この矢立という最強のポータブルツールがあったからだと言われてもいます。もし当時の道具が重たくて準備にかかるものだったら、おそらく松尾芭蕉はあんなにたくさんの句が残せてなかったかもしれません。このように心が動いた瞬間にさっと取り出せる、このスピード感と身軽さが表現者の表現の質を劇的に変えたわけです。で、こうした歴史を知ると、道具を絞るっていう行為、選択肢を狭めるっていう行為が、なんだか世界を自由に旅するための冒険の準備のように思えてきて、僕はすごくワクワクするんです。で、さて歴史の画家たちも外の世界に飛び出すために道具の重さという大きな壁に立ち向かってきました。実は現代を生きる僕たちにとっても事情はあまり変わってないかもしれません。そういうふうに僕は考えてます。画材が軽くなりましたけども、その代わり僕らが絵を描く場所にはまた別の制約があるからですね。それが皆さんもよく行くカフェの机の狭さです。カフェの机ってもうとにかく狭いですよね。僕もスケッチするたびにもう少し大きくなればいいのにって心の中で文句を言っていました。でも先ほど冒頭でもお伝えした通り、僕はメカの設計をしているので、この設計者の視点でその狭さをいろいろ考察すると、そこには単なるお店の都合だけではない面白い理由があるんじゃないのかなって思ってます。まず一番の理由が、もちろんたくさんのお客様に座ってもらいたいっていう理由が大きい理由の一つだと思います。このお店の中における、フットスペースと言われるものは決まってますので、なるべくそこにお客さんを多く入れたいっていう理由から、ちっちゃい机を置くっていうのは、理にかなってますよね。でも実は机をあえて小さくすることで自分だけの世界に没頭させてくれるっていう効果があると僕は思ってます。デスクが広すぎるとどうしても周りの人の動きや視線に意識が散らばってしまうと思います。でも少し窮屈なスペースに座ると視界に入るものが限定されて、意識が自然と手元にギュッと集まってくると思います。これスポーツのルールにも似てるかなと思ってまして、例えばサッカーでもバスケでも広いコートの中でこっから先は手を使っちゃダメとか、このラインの中だけでプレーするっていう決まりがあるから、スポーツをする選手たちが見てる方もプレーが熱くなって、そこからいろいろ面白い工夫が生まれますよね。カフェの机も同じだと思ってて、この四角い範囲の中でしか描けないっていう制約があるからこそ、じゃあこの中でどう画材を並べてどうペンを動かそうかっていう工夫、またその前に戻ると、じゃあそこに置くために画材をどんぐらい減らさないといけないのかっていう、そういう面白い工夫が始まると思います。なので不憫だったはずの狭い机が実は自分の集中力を研ぎ澄ませてくれる、工夫力を培わせてくれる、ちょうどいい枠組みになってくれてる。そう考えると小さな机も自分だけの世界を作るためのかっこつけて言うと秘密のステージのように思えてくると思います。で、今映像にもある通り、数あるアルコールマーカーの中から8本しか使ってないんですけども、僕は基本外出先でスケッチするときや旅行するときはだいたいもう8本ぐらいしか持っていかないんですね。で、家に帰ればアルコールマーカーも結構500本ぐらいあるんですけども、なんで外には8本しか持っていかないのかっていう話をしたいと思います。さっきお伝えした通り、外出先ではよくカフェを利用するので、カフェの机が小さいから8本しか持ってかないっていう理由もありますけども、それ以外にこの理由がありまして、それは色が足りないという状態こそ僕は一番脳がワクワクするクリエイティブな時間かなと思ってます。例えば外出先で目の前に結構いい建物があったとして、その建物の影を描きたい。でも手元には影を表現するための灰色、グレーがないとします。で、その時僕はじゃあ別の色でどうやって影を表現しようかなってよく考えてて、例えば
薄いブルーを塗ってからその上から茶色を薄く重ねてみようって考えます。この計算するんですね。毎回どうしようかなっていう、この濃さで重ねれば深みのある影が作れるはずだという、こういう試行錯誤こそがスケッチの醍醐味だと思ってます。この不自由は人を考えさせる。そしてそのどうしようかなと悩んだ時間こそがスケッチをする時の線の勢いや色の深みになって、最終的に完成したスケッチに宿ると思ってます。なのでちょっと冒頭でも話した通り、この毎日ね、皆さんも年収を上げたいとか数字をもっと上げたいとかって、そういうのを追いかける毎日の中で、僕はこの選択肢をあえて少なくして、そう不自由な世界にすることによって本当の意味で自由になれるのかなと思ってます。はい。ということで、今回は僕の少なさと自由という哲学について、持論ですけども話してみました。自分にとって必要十分を見極めて身軽に外に飛び出す。それは何かを我慢することじゃなくて、限られた場所、限られた道具の中でいかに工夫して自分だけの世界を作るかを楽しむための前向きな決断だと僕は思ってます。この歴史上の画家たちが道具を凝縮させて世界を広げたように、僕たちもね、小さな机の上にある心地よい不自由を面白がることができれば、日常のスケッチももっと楽しくなるし、もっと大きい視点で見れば人生も楽しくなると思います。なのでね、皆さんのカバンの中は今どんな厳選された道具が入ってますか？もしよろしければ皆さんのこれだけは手放せないっていうこだわりのアイテムについてもぜひコメント欄で教えてください。はい、今回はそんな感じです。次の動画でも会いましょう。消しゴムでした。バイバイ。